源氏物語4夕顔。源氏はうつせみを忘れることができなかった。しばらくしてうつせみの夫伊予之助が伊予から京都へ戻って源氏のところへ挨拶に来た。うつせみよりずっと年上だが品がいい精悍な男だった。彼は源氏とうつせみの秘密を知らない。伊予の温泉の話などした。真面目ないい男だ。うつせみが自分を受け入れなかったことは悲しいが、この男には素晴らしい妻だと源氏は考えた。伊予之助に申し訳なく思った。伊予之助は数ヶ月後にまた伊予へ戻る。その時は妻を連れて行くと言った。源氏はうつせみにもう一度だけ会いたいと思ったが、うつせみが同じ気持ちだとは思わなかった。伊予之助はまた、娘が若い貴族と結婚すると言った。源氏は特に何も思わなかった。その頃源氏は六条にも恋人がいた。五条には源氏の乳母が住んでいた。源氏は六条へ行く途中で乳母に会いに行った。隣の家に白い花が咲いていた。あの花は、源氏が言うと護衛の男が答えた。夕顔です。夕方咲いて次の朝しぼみます。この実を食べることができますから、貧しい家の近くによく咲いています。なんだかかわいそうな花だね。一つ持って帰りたい。護衛の男は隣の家の庭に入った。それから白い扇の上に夕顔の花を乗せて持ってきた。この家の人がこれをくれました。手で持って行ったら美しくないからと。扇はいい匂いがした。よく見ると和歌があった。もしかして私がよく知っている方ですか？梅雨に光る夕顔のあなたは。源氏はびっくりした。こんなところに住んでいる人がどうして私が源氏だと分かったのか。これは上流貴族の作法だ。これみつ。源氏は乳母の息子を呼んだ。隣の家の人は何者なの？これみつはまた源氏の悪い癖が始まったと呆れた。私もよく知りませんが、奥さんは宮中で働いていると聞きました。じゃあその奥さんか。と源氏は考えて返事の和歌を書いた。夕方だからもっと近くで見なければわかりませんよ、夕顔の君。それをもってまた護衛の男が隣の家へ行った。男は貧しい人とあまり話したくなかったから返事を待たないで戻った。それから源氏は六条の恋人のところへ行った。六条の恋人は源氏より8歳上でプライドが高い難しい女性だ。源氏はすぐに
夕顔の女のことは忘れてしまった。しかし夕顔の花を見るといつも思い出して気になった。数日後、惟光が情報を持ってきた。隣の家に5月頃から若い美人が住んでいます。秘密が多くて使用人も詳しく知りませんでした。それで私は次女に恋文を送って仲良くなって話を聞いたんです。どうやら唐の中将の元恋人のようですね。唐の中将の牛車が近くを通った時、その若い女主人と次女が大騒ぎしていましたよ。源氏は思い出した。妻の兄弟唐の中将は昔中流の女性を愛して娘も生まれたと言っていた。でも奥さんの家族の嫌がらせでその女は娘と一緒にどこかへ行ってしまったのだ。多分夕顔の君はその女だ。次女ははっきり言いませんでしたが、時々女の子が来ていていろいろ教えてくれたんですよ。と惟光は苦笑した。唐の中将の恋人か。面白い。と源氏は思った。会いたい。惟光、お前がその次女に会いに行くとき、私も一緒に行く。惟光は困った。嘘の恋文を送った次女、右近が本当のことを知って怒ると思った。でも、源氏を止めることはできなかった。夕顔は秘密が多い女だ。じゃあ、こちらも何も教えない。源氏は安い服を着て、顔を隠して、歩いて会いに行った。夕顔は何も聞かないで彼を受け入れた。源氏はこの不思議な関係にすぐに夢中になった。朝になって帰るときはいつももっとずっと一緒にいたいと思った。この女のどこにそんなに惹かれるのか自分でもわからなかった。今度私の屋敷へ来ませんか。あなたと一日中一緒にいたい。ある時源氏がそう言うと夕顔は笑った。私はまだあなたが誰かも知らないんですよ。あなたはあやかし？私を騙しているんでしょ？そうですね。騙しています。でもあなたも私を騙している。お互い騙しているんだからいいじゃないですか。源氏は夕顔が本当のことを話したくないのだと思った。だから自分も聞かない。話さない。でもそれでは物足りない。彼女のすべてを知りたいと思った。8月、満月の夜の明け方。帰らなければならないが、離れたくない。源氏は夕顔を起こした。ねえ、今日は一日中一緒にいましょう。ちょっと出かけませんか。こんな朝早くに？ええ、近くに誰もいない屋敷があります。今日はそこで2人だけで過ごしましょう。夕顔の家の人たちはびっくりしたが、源氏が女主人を心から愛していると知っていたから、すぐに準備した。源氏の従者数人と夕顔の次女右近だけが一緒に出かけた。東の空が白かった。濃い朝霧で源氏の服が濡れた。
なんだか怖い。と夕顔は言って、源氏の腕を抱いた。従者が牛車を空き家に止めた。人は住んでいないが、源氏の指示で明かりがついている。食事の用意もある。家の中も庭もどこもひどく荒れているが、源氏は満足だった。夕顔が一緒にいるから何でも楽しく美しく見えた。ここは鬼が出るかもしれないね。でも私がいるから大丈夫ですよ。源氏は初めて明るいところで夕顔に自分の顔を見せた。こんなに美しい男は一人しかいない。私が誰かもう分かったでしょ？さあ、あなたも教えてください。あなたの本当の名前を。この時代、女性の本当の名前は家族しか知らない。男が女に名前を聞くことは、求婚と同じ意味だった。いつの間にか暗くなっていた。恋人と一日中一緒にいて、時間を忘れていた。夕顔は、この家は気味が悪いと言って、ずっと怖がっていた。それでも帰りたいとは言わない。かわいい人だ。六条の恋人にも、このかわいさがあったらいい。と源氏は思った。夜になって少し寝た。源氏は夢の中で美しい女を見た。あなたは高貴な私を愛さないで、こんな平凡な女を愛するのですね。ひどい。恨めしい。女は隣で寝ている夕顔の肩に手をかけた。源氏は飛び起きた。その時、ろうそくの火が消えた。源氏は慌てて刀を抜いた。刀は魔を払う。誰かいるか？誰も来ない。手探りで触れた夕顔はひどく震えていた。ここで待っていて、すぐ戻る。と言って、源氏は部屋の外に出た。その瞬間、外のろうそくの火が全部消えた。少し風がある。源氏は空き家にいるみんなを起こした。ろうそくをつけて、刀を抜いて。それから源氏は部屋に戻った。真っ暗な部屋の中で何かが足に当たった。右近だった。気持ちが悪い。あ、奥様。大丈夫だよ。心配しないで。源氏は右近を励ました。下男がろうそくを持ってきた。源氏がその明かりで部屋の中を見ると、源氏の枕のところに夢で見た女がいた。見えた瞬間、女はすっと消えた。夕顔。夕顔は動かなかった。抱き起こすと頭も腕もぐにゃりと垂れた。夕顔はもう息をしていなかった。惟光はどこ？昼ごろ来ましたが、用事がないから明日の朝来ると言って帰りました。すぐ連れてきて。下男は急いで惟光を呼びに行った。
源氏は、戻ってきて、私を悲しませないで、と恋人の魂を呼んだり、右近を励ましたりしていたが、惟光が来るとほっとして泣き出した。まだ17歳なのだ。惟光も同い年だが、源氏より冷静だった。まず右近と夕顔の遺体を源氏の牛車に乗せて、知り合いの寺へ送った。有名な源氏の秘密の恋人が幽霊に殺されたと誰かが知ったら、大スキャンダルだ。惟光は十分注意して全部秘密に処理した。しかし源氏は夕顔の葬式に行きたかった。彼女が本当に死んだことを確かめなかったら自分がダメになると思った。惟光は源氏を東山の寺へ連れて行った。夕顔は死んでもなお美しかった。その体は火葬の煙と一緒に天に帰った。それで源氏はようやく夕顔はもうこの世にいないのだと分かった。右近は責任を感じて、奥様と一緒に死にたいと泣いた。源氏は彼女を自分の屋敷へ連れて帰った。惟光がよく世話をして右近はやがて元気になった。源氏は本当に病気になってしばらく寝込んだ。9月20日頃には元気になったが、痩せて謎めいた色気が出た。ある時源氏は右近に聞いた。今でもわからない。夕顔は私に本当の名前を教えなかった。どうして隠したのか。右近は言った。奥様は隠したかったんじゃありません。初めから遊びみたいな感じでしたから、きっと源氏の君にとって自分は遊びなんだと言っていました。この遊びに飽きたら、源氏の君はすぐ他の人のところへ行く。自分はその程度の女なんだと、奥様は寂しがっていました。そうか。そうだね。隠したかったのは私の方かもしれない。私は世間の目が怖かった。何をしても噂される。こんな遊びみたいな声は私は初めてだったから余計に怖かった。他の人が知ったらみんな私をバカにすると思った。でも私は本当に彼女に夢中だったんだ。こんな別れが来るなら夢中にさせないでほしかった。源氏はまた泣いた。奥様は、と右近は夕顔の話をした。夕顔の家族は上流貴族だった。しかし彼女が子供の時、両親が亡くなった。生活に困っていた時に唐の中将に会った。3年くらい付き合って娘が生まれた。去年の秋頃、唐の中将の奥さんの父親、右大臣が2人の関係を知って夕顔を脅迫した。それで怖くなって屋敷を出て五条へ来た。まだ19歳だった。彼女の娘は今どこにいるの？
当の中将も心配していたが、よかったら私が育てたい。当の中将には後で説明する。ありがたいことです。今は奥様の乳母の家にいますが、十分なお世話ができませんから心配していたんです。右近はそう言って頭を下げた。数日後、惟光がその家へ行って夕顔の娘を探した。しかし娘はもうそこにいなかった。どこへ行ったか誰も知らなかった。亡くなった人の魂は49日この世にいて、それから天国へ行くという。夕顔の魂は今どこにいるのか。源氏はそんなことを考えて過ごした。当の中将に会うといつも緊張した。夕顔とその娘のことを話したかったが、あなたが夕顔を殺したと恨むかもしれないと思うと何も言うことができなかった。10月、伊予之助が奥さんと一緒に伊予へ出発した。源氏は餞別をたくさん送った。うつせみには特別な贈り物と一緒に彼女の着物を返した。源氏にとって悲しい別れが続いた。うつせみや夕顔との恋の話は源氏が隠したいものだ。だから私は今まで書かなかった。でも源氏とその恋人たちが完璧すぎると文句を言う人がいた。それでこうして源氏の恥ずかしい失恋や失敗を書いた。源氏の君には申し訳ない気がする。